皆さん、こんにちは。ひなです。いつも私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。日本では誰かに助けてもらった時でもすみませんという人がたくさんいます。本当はありがとうと言えばいいはずなのに、どうして謝ると思いますか？今日はその理由について考えてみたいと思います。まず、私自身がどんな時に謝るのかを考えてみました。大きく分けると、2つのパターンがあります。1つ目は、誰かに迷惑をかけた時です。電車でぶつかってしまった時や、待ち合わせに遅れてしまった時、仕事でミスをしてしまった時、こういう時は、どの国でも謝るのが自然だと思います。二つ目は、誰かに何かをしてもらった時です。友達が引っ越しを手伝ってくれた時や、重い荷物を持ってもらった時、長い時間付き合ってもらった時、こういう時も日本人はよくごめんね、すみませんと言います。これは少し不思議だと思いませんか？助けてもらっているのになぜ謝ると思いますか？私自身の感覚で考えてみると、誰かに何かをしてもらったとき、嬉しい気持ちはあります。でも、同時にこの人の時間を使ってしまった。申し訳なかったな、という気持ちも大きく生まれます。その気持ちがごめんねという言葉につながっているんだと思います。日本では相手に負担をかけることをとても気にする傾向があります。相手がどう感じているかを考えながら行動することが大切にされているので、何かをしてもらったとき、ありがとうだけではなく、あなたに迷惑をかけてしまってごめんなさいという気持ちも一緒に伝えたくなる人が多いのではないかと思います。それからもう一つ理由があると思います。それは争いを避けたいという気持ちです。喧嘩をしたくないという気持ちですね。日本人は相手と直接言い合ったり、長い時間議論したりするのが苦手だと感じる人が多いのではないかと思います。私自身もできるだけ争いたくないという気持ちがあります。自分の意見が少し伝えられれば、全部言わなくてもいいと思っています。相手の意見に合わせることで、その場が問題なく終わるなら、そのままにしておいた方がいいと感じることもあります。それに、謝ってしまえば、自分の気持ちも少し楽になります。そういう使い方をしている部分もあるんだと思います。ここで一つ疑問があります。日本人はすみませんやありがとうをよく言います。では、その言葉には本当に気持ちが入っているのでしょうか？私は最近このことについて考えるようになりました。日本では感謝や謝罪の気持ちはあっても、それ以上にその場の空気を悪くしないために、すみませんやありがとうございますという場面があります。習慣で言うこともあります。それ自体が悪いとは思いません。でも、そのことが言葉の重さを軽くしてしまうことがあるのかもしれません。私自身もありがとうと言ってほしい、ごめんなさいと言ってほしいと伝えて仕方なく言ってもらったことがあります。言葉は同じでも
気持ちが入っていないと感じると、むしろ悲しくなってしまいました。ありがとうやごめんなさいという言葉には、普通の言葉とは違う重さがあるのだと思います。だからこそ気持ちが込められていないと感じたとき、すごく悲しくなるのかもしれません。実はそう思うようになったきっかけになる出来事がありました。ある時、遠くにあるものを取ってほしいと頼まれました。お互い疲れていて休みたい状況でした。それでも頼まれたので取ってあげました。でも相手はありがとうを言いませんでした。相手からするとそんなに大変なことではないから、わざわざ感謝する必要はないと思っていたのかもしれません。申し訳ないという気持ちも特になかったと思います。でも私はその時、ありがとうの5文字だけでいいから言ってほしかったと思いました。大変なことをしてほしいとは思っていません。ただ、その言葉を言ってもらうだけで全然気持ちが違うんですよね。そこで最近私が思うようになったことがあります。言葉だけでは伝えきれないと感じるなら、行動で気持ちを表すことも大切なのではないかということです。例えば、ありがとうの気持ちを言葉だけでなく伝えたいなら、その人が困っている時に助けてあげるのがいいと思います。ごめんなさいの気持ちをうまく伝えられないなら、その相手が喜ぶことをしてあげるのがいいと思います。言葉がなくても行動で気持ちが伝わることはあると思います。もちろん言葉も大切です。でも気持ちが込められていない言葉より、気持ちが込められた行動の方が相手の心に届くこともあるのではないかと思っています。今日は日本人はなぜ謝りすぎるのかというテーマで話しました。相手に申し訳ない気持ちがあったり、争い、喧嘩を避けたいと思ったり、問題なく終わらせたいと思ったり、日本人がよく謝る背景には、こうした気持ちがあるのかもしれません。でも、だからこそ、ありがとうやごめんなさいという言葉には、本当の気持ちを込めることも大切なのではないかと思っています。皆さんは言葉と行動、どちらで気持ちを伝えることが多いですか？また、日本人のすみませんの使い方について気になったことや不思議に思ったことはありますか？ぜひコメントで教えてください。こういったテーマについて日本語で自分の気持ちや考えを話す練習をしてみたいという方はオンラインレッスンもしていますのでぜひ来てみてください。それでは今日はここまでです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。